今回は、デュエルマスターズの超高額カードトップ7の紹介です。カードをコレクションにするトレンドが今なお熱い昨今。価値も年々上昇しているカードもあるそうです。中には、サラリーマンの年収に迫るような高額カードも。それじゃあ、早速参りましょう。ボルシャック・ドギラゴン。まずは第7位からの紹介。ボルシャック・ドギラゴンは GP フクスのベスト8賞として配布されたカードです。GP とは、デュエルマスターズの公式大会の一つで、参加人数が1000人を超えることはザラにある超大規模な大会。その中でベスト8に残った人にだけ配布されたカードということになります。猛者たちが集う激戦を勝ち抜いた者にのみ授与されるこのカード。当然、それに見合う価値があります。その値段はなんと180万円。贅沢をしすぎなければ、1年間働かずに暮らしていけるほどの価格です。ボルシャック・ドギラゴンはアニメや漫画で切り札勝負の弟である、切り札カッタが使用していたカードです。また、初の革命ゼロトリガー持ちカードという大変めでたいカードでもあります。モルトネクストを中心としたデッキで、非文明の受け札として重宝した人も多いのではないでしょうか。そんなボルシャック・ドギラゴンが第7位です。ライオット 5000GT& シュラの頂き版ベートーベン。続いては第6位の紹介。同率で2枚のカードを紹介します。ライオット 5000GT とシュラの頂き版ベートーベンです。ライオット 5000GT は GP フォースのベスト8賞。シュラの頂き版ベートーベンは GP ナインスのベスト8賞です。値段は190万円。価格は時価で変動するため、200万円以上の値段で落札されることもきっと珍しくないでしょう。ライオット 5000GT は有名なデッキ墓地ソースの顔とも言えるカード。召喚に必要なマナコストは一見12とかなり重いですが、このクリーチャーの召喚コストは、自分の墓地にあるクリーチャーの数だけ1減るので、墓地を肥やすことに長けたデッキでは、平気で早期着地を狙えます。スピードアタッカーとトリプルブレイカーを持っている上に、パワー5000以下のクリーチャーの召喚を防ぐロック効果まで持っています。バンベートーベンは11マナある無色の大型クリーチャー。召喚時に相手のクリーチャーを全バウンス。相手がコマンドまたはドラゴンをバトルゾーンに出すとき、相手はバトルゾーンに出す代わりに墓地に置くという、強力なロック効果を持っています。そんなこの2枚が第6位でした。超戦流派モルトネクスト。続いて第5位の発表です。GP エースベスト8賞として配布された超戦流派モルトネクストがランクイン。ここら辺でお気づきの方もいらっしゃるでしょうが、GP のベスト8入賞カードは本当にヤバいです。このモルトネクストの価格はなんと200万円。ついに200万円の大台を超えました。ドラゴンサーガ終盤に登場して以降、新章デュエルマスターズあたりまで常にトップメタ争いに加わっていた。非常に強力なカードです。現環境でも専用デッキを握る人をたびたび見かけるあたり、人気と実用性を兼ね備えた1枚と言えるでしょう。そんなモルトネクスト、どんなことをするデッキなのかというと、ドラゴンを踏み倒しまくって、スピードアタッカー付与の効果で一斉攻撃を仕掛けるちょうど派手なデッキです。2つのマナ武装を達成してしまえば、モルトネクスト1枚でフィニッシュまで持っていけるので、使っていて本当に楽しいと思えるデッキです。また、実はこのカードは他の GP プロモと少し事情が違います。GP エースは 2days の大会で、それぞれ8枚ずつ計16枚の配布がありました。単純に考えれば他の GP プロモの半分の価値ということになりますが、値段は他のカードに引けを取りません。これは、モルトネクスト自体の、圧倒的な人気の高さの証明に他ならないでしょう。腐敗のダイハード流星。続いて第4位の発表です。GP セカンドのベスト8賞として配布された、腐敗のダイハード流星がランクイン。こちらはなんと、ショップでの買取価格が、180万円であったと確認されており、仮に、ショップ販売やオークションにかけたのならば、相場は200万以上になると考えられるので、200万円に少し色を乗せた210万円程度の価値があると言えるでしょう。腐敗のダイハード流星は、7年前に開催された GP セカンドの配布カードと、古いカードなので、備品が少なそうで、手放さない強い意志を持ったコレクターに所有されきって、流通数がかなり限られているイメージがあります。このクリーチャーには3つの能力があって、このクリーチャーを含む自分のドラゴンに、シールド焼却のアタックトリガーを与える能力と、次回を条件に敗北を回避できる能力、そして破壊されたターン、ゲームに負けない能力の3つがあります。最近の裁定変更により、自分がターンプレイヤー中のライブラリアウト時、敗北を回避できる可能性が浮上しましたがどうなんでしょうか？
詳しい方コメントよろしくお願いします。余談ですが、このプロモのフレーバーテキストには、不屈の心が歴史に名を残す、と書いてあります。確かに、このカードを入手しているということは、激戦をくぐり抜けた猛者ということに他なりません。このフレーバーテキストがぴったりでなんだかかっこいいですよね。そんなダイハード優勢が第4位でした。第3位コードキングビルヘルム&ビクトリーラッシュオニマルヘッド。続いて第3位の紹介。同率で2枚の紹介になります。GP サードベスト8賞のコードキングビルヘルムと、第18期挑戦編の全国大会で上位3人に配布されたプロモカードである、ビクトリーラッシュオニマルヘッドです。ここでようやく、GP ベスト8入賞以外のカードが現れました。値段は想定価格で、4位を大きく突き放して300万円。オニマルヘッドの方は GP ではないから、特殊な入手経路であると想像できると思いますが、実はビルヘルムがこの値段になっているのにも、面白い事情が隠されています。まずはビルヘルムの紹介。ビルヘルムはこれまでと同じく GP のベスト8入賞者に与えられるカード。流通数は8枚と、非常に貴重なカードです。では、せめぎ合っていた4位までのカードたちを大きく突き放して、この値段になったのはなぜでしょうか？圧倒的な人気の高さでしょうか？もちろんそれもあると思いますが、実は違います。結論から言うと、流通数の少なさです。ツッコミを入れたい気持ちはわかります。別に8枚なんだから、他の GP プロモカードと条件は変わらんやん、と。確かにその通り。ですがこのビルヘルム、なんと現在8枚中、4枚を所有しているコレクターさんが確認されています。ビルヘルムにかける大きな愛、そして財力、驚きですよね。このコレクターの方が4枚のビルヘルムを手放さない限りは、事実上の流通枚数は半分の4枚。ビルヘルム自体の人気の高さも相まって、この値段も納得といった感じです。ビクトリーラッシュオニマルヘッドの方は、先ほども紹介しましたが、第18期挑戦編の全国大会で上位3人に配布されたプロモカード。各カードにそれぞれの順位が書かれており、それは各1枚ずつしか存在しないことを意味します。事実上、それぞれが世界に1枚のカードと言えるでしょう。ガチンコジャッジに勝てばエクストラターンを獲得できるという、ちょうど派手な効果が印象的で、このカードの獲得を目指して、全国大会に挑んだプレイヤーも多いのではないでしょうか。このカードは現在、同じ方が3枚全てを所有していることが確認されているそうです。つまり、その方が手放さない限り市場に出回る確率はゼロ。値段も1位のカードが想定で300万と判断させていただきましたが、実際どうなるかはわかりません。また、これまでのカードと違い、このイラストのオニマルヘッドはこの3枚だけ。伝説中の伝説のカードと言えるでしょう。これで3位って、1位と2位にはどんなヤバいカードが待ち受けているのでしょうか。乞うご期待です。それでは、第3位の紹介でした。首相の頂きカイザーバキ。続いて第2位の紹介。GP ファーストベスト8賞の首相の頂きカイザーバキです。一番最初に行われた GP の入賞商品ですね。この時期に、ベスト8入賞プロモカードが、ここまで高騰すると想像できていた人は果たしているのでしょうか。その価格はなんとこれまた3位から大きく飛んで375万円。有名な鑑定会社で、備品中の備品であると判断された、状態の EGP プロモバキがこの値段で販売されたそうです。このカードくらいになってくると、ほぼいい値になるということも多いらしいですけどね。このカードがこの値段である理由としては、やはり一番最初に開催された GP ファーストのプロモということが大きいでしょう。そして、根強いファンが多いカードでもあり、人気もかなり高いです。そんなバキの効果は、召喚時相手のシールドの枚数分ガチンコジャッジをして、勝った回数分、墓地手札マナゾーンのいずれかから、ハンターを場に出すことができるというちょうど派手な効果。その能力がゆえに新たなハンターが追加されるたびに、デッキ構築の幅が広がる面白いカードでもあります。そんなバキが第2位です。ボルメテウスホワイトドラゴン。最後に、栄えある第1位の紹介です。選ばれたのは、デュエルマスターズの顔といえばこのクリーチャー。デュエルマスターズ20周年を記念して作られた、世界に80枚しかないボルメテウスホワイトドラゴンプエンス SP レアです。厳密には式ごとに20枚ずつこのカードが発行されており、スプリング、サマー、オータム、ウィンターのそれぞれ20枚ずつが発行されている。1枚1枚にシリアルナンバーがある上に、特製のアクリルスタンドに保護されているため状態も良好。そんなプレミア感あふれるボルメテウスホワイトドラゴンが1位です。
値段はなんと、初動で400万円での落札が確認されているとのことです。さすが初期からの超人気カード、ボルメテウスホワイトドラゴンといったところでしょうか。GP プロモは8枚、他にも実質4枚以下のカードだってあるのに、全部で80枚もあるボルメテウスホワイトドラゴンが、その価格で落札された実績があるってすごいですよね。さすがとしか言いようがありません。以上、デュエマの超高額カードのでした。いかがでしたでしょうか？実は今、ボルメテウスホワイトドラゴンと同じく、無双勇気ボルバルザークのプエンス SP レアスプリングの引換券が、当たるチャンスがあるそうなんです。ボルバルザークもかなりの高騰が期待できるので、一口176円の宝くじ感覚で狙ってみるのもいいかもですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。